作ってもらって、25万ぐらいですね。こんな量で元取れるのって取れるわけがない。いやー、とりあえず明日の市場が楽しみです。果たしていくらになるのか。はい、こんにちは、小島漁師浜井です。今日はですね、こちら、はい、というわけで網買うたび恒例のやつでございます。これを積んで、こちら2つで10単作ってもらって30万ですね。目合いが 3.5 寸、およそ 10.5 センチぐらいの目合いです。で、目合いってどういうことかっていうと、こうピーンと目を張った時にこの長さですね、この長さが長くなればなるほど網のこの目がでかくなるんで取れる魚も大きくなる。逆に短くなればなるほど目がこうやって小さくなるから取れる魚が小さくなるという感じでコントロールができます。で、いつもだったら無人島だけなんですけど、今回は何種類か狙っていきたいと思います。それじゃあ海へレッツゴー。はい、じゃあ港へやってきました。早速開けて、で繋がないといけないんですよ。結構めんどくさいんですけど、それやっていきたいと思います。はい、じゃあ夕方の鐘が鳴っておりますが、田舎ではこういうね、夕方の鐘が鳴ります。開けていきましょう。はい、こんな感じで束になって入っております。あれ、1箱これ4単だから8単しか買ってないのか。30万って言ったんですけど、作ってもらって、25万ぐらいですね。じゃあこれを船に積み込んでいきます。はい、じゃあ船に積み込めました。これをばらしていきます。はい、じゃあ8単つないでいきます。で、ここを切ってで束をばらします。よいしょ。で、ばらしたら一旦このようにね、繰り込みます。で、一旦こっちに繰り込めたら、こいつもまた同じように分解します。で、反対も分解できたらこれとこれをつないでいきます。で、つなぎ方は輪っか通して、ほんでこの一重のカエル股でもいいんですけど、二重とか三重にしとくとほどく時にほどけやすいです。こんな感じですね。で、泡が浮いて岩が沈むから、網がね、このように海の中で立つんですけど、これなんで浮くかっていうと、こんな発泡スチロールが入ってます。で、岩もくくるんですけど、岩の方にはね、鉛が入ってます。沈止コードって読むんですよ。沈む子のコード、ちっこコードではございません。はい、 OK。 で、また繰り込んでいくと、これを8単繰り返します。はい、じゃあ全部できて旗もつけました。沖行きましょう。はい、じゃあ前ほどいて、でエンジンかけて出港。はい、じゃあ出港していきたいと思います。まず狙うのは水イカ、アオリイカ、イカの王様ですね。取っていきましょう。はい、じゃあポイントへ到着しました。ここはですね、イカの沖漬けの動画を撮ったとこです。やっぱここってすごい内湾なんで、アオリイカが入ってくる時期がめちゃくちゃ遅いんですけど、もう入ってきてるかなと思います。じゃあ旗入れて、じゃあ網やっていきます。新品の網はね、やっぱなるべく破りたくないんで、磯回りは最初あんまやらなかったりします。じゃあやっていこう。で、ここは藻場が多くて、アオリイカがそれに卵を産みつけるために産卵でやってくるんですけれども、その卵ってね、他の魚に食われることがなくて、なんか卵の中にバクテリアかなんかいて、それがね、魚を嫌う成分を出してるって言われてます。本当の真相は分かんないんですけど、マジで海の神秘ですよね。クラゲがやばいです。これ四つ目クラゲですね。で、四つ目クラゲって、よいしょ、この4つの器官が確か内臓なんですけど、これが4つ目に見えるからですね。で、こういう色ついてるやつは動物性プランクトンを食べてお腹いっぱいになってます。だからね、こいつらが大量に発生すると動物性プランクトンが一気に減るんで、ということはイワシが食べるもんがなくなっちゃって悪循環らしいですね。多いのは良くないけどすごいですね。はい、じゃあこれで網入れ OK です。じゃあ明日の早朝繰りに行きましょう。果たしてイカはかかっているのか、その結果はいかに。次の日、ありがとうございます。それじゃあ翌日になりました。じゃあ網を上げていきたいと思います。じゃあ旗取って、
はい、じゃあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。お、1匹目、タイの上がり。なんかでかいぞ。なんだえいかーい、でかいでした。これが増えてくる時期です。肝心のイカちゃんが上がってきません。またなんか来ました。うわ、またでかい赤エイだな。網破らないようにだけあげよう。あーくそ、いや、赤エイばっかですね。エイはもうエイは。はい、でカレイが来ました。はい、こちらアマテガレイですね。今年はこれが少ないですね。春にめちゃくちゃ美味しいんですけど、若干痩せてます。ただ今回の狙いはこれじゃない。次オニオコゼです。でまたカレイ。はい、キスですね。お、もうキス釣りのシーズンですか。でまたカレイ。あ、これメダカですね。メダカっていうかメイタガレイです。目が可愛いのが特徴です。かいねー。はい、でなんか来ました。お渡りガニだ。珍しい、久しぶり。いや、渡りガニ前めっちゃいたんですけど、近年めっちゃ少ないからすんげえ懐かしく感じる。今年はもしかしたらぼちぼちカニがいるのかな。はい、でこれが渡りガニですね。でこれ卵です。で卵が黒ければ黒いほど産卵前、出来たては黄色なんですよ。で卵持ってるんで逃がします。で渡りガニは泳いで渡ることから渡りガニって言われてて、このヒレでパタパタと海を泳ぐことができます。渡るほどは泳がないんですけど、それで渡りガニですね。じゃあちょっと泳がしてみましょう。行きます。泳いでくれよ。死んでるように見えますけど、あれ生きてますから。お、なんだ、コブダイ。コブダイって言ってもコブねえじゃんってね、その通りなんですよ。コブダイは雌性成熟といって、生まれた時は全部メスで、その中から強い個体だけオスに変わるので、生まれた時、赤ちゃんの時、子供の時はコブがないです。正直僕はこれぐらいからもうちょい大きいぐらいのサイズが一番うまいです。うまいと思います。癖もないし。いや、イカがいない。お、アイゴだ。こちらアイゴとかバリとか呼ばれる魚で、このバリって意味がしょんべん臭いって意味なんですよ。市場に出してもめちゃくちゃ安いです。小さなバリはお腹の中がすごい生かしておくと美味しくて、市場でもね、1匹数百円で売れてた時期があります。もうこのサイズになるとダメ。これがアイゴです。またコブダイ。あ、で次キジハタです。で次こちらカサゴです。お、なんだ、チヌ、カワハギ、ウマヅラです。はい、こちら顔がウマヅラだからウマヅラハギなんですけれども、ガリガリだから放流します。ちょっとクラゲで重すぎるんでローラーに切り替えます。重たいぜ。はい、じゃあ終わりも少なくなってきました。もう多分ダメ。あ、これ台湾渡りですね。紫色のカニ、台湾渡りです。はい、網しくり終了。くそー、イカが欲しかった。多分今年はイカ少ないというか、もういないぐらいの勢いなんで、次は別のものを狙います。はい、じゃあ帰ってきました。残念ながらイカはいなかったんですけど、夕方次ゲタを狙って網を仕掛けたいと思います。こんな量で元取れるのって、取れるわけがない。取れるものを探していく。はい、じゃあ夕方になったんで次はゲタ、シタビラメを狙って網を仕掛けたいと思います。さすがにこのままじゃ終われんでしょう。もうなんか近年なんもおらん。はい、じゃあ帰ってきました。家に帰って明日早朝来ます。はい、おはようございます。起きました。朝の4時半です。それじゃあ準備して、港向かいたいと思います。
はい、というわけであいにくの天気ですが網を送りに来ました。今日は主観で行きます。はい、それでは旗を上げて前日に仕掛けた網を上げていきましょう。果たして魚はかかっているのでしょうか。で、今回狙うのはですね、赤ゲタ、赤下ビラメっていう、下ビラメの赤色バージョンになります。で、別名ベロとか牛の舌っていうんですけど、舌の形に似ているからとか、僕が赤ゲタっていうのは、ゲタの形に似ているからなんでしょうね。さあ1匹目やってきました。見事な赤ゲタです。どこが赤いのって思うかもしれませんが、お腹側の方が、かなりね色が赤っぽい色になっております。で、次もう1匹やってきます。お腹を見てください。このようにお腹の色は赤っぽいですね。で、次来ました。こちらガンゾウビラメっていう、ヒラメなんだけどカレイの仲間だったかな、多分。これね、干すとめちゃくちゃうまくて底引き網でよく取れるんですけど、底引き網の漁師さんが干しながら帰ったりもします。で、こちらが南ボラ貝ですね。かなりですねヌメヌメした貝となってて、好みがかなり分かれるんじゃないかなと思います。で、お次何かカニのようなものがやってきました。こちら平家ガニっていうカニなんですけど、平家の亡霊が乗り移ったように見えることから平家ガニって言います。あの子はですね、もう絶対人手とか木と一緒に来てて、なんか背中についてる足みたいなんで、それに何ていうんですか、のっつかんで、で同じように泳いで移動します。で、こちらがボラですね。僕のチャンネルではおなじみ、かなりね美味しいお魚です。で、下ビラメってもともと用途とかね人気がかなり少ないお魚だったんですけど、明治時代に洋食料理とかが広まってムニエルが広まった時に一般的になったと言われております。皆さん賢くなりましたね。僕も最近勉強したことなんですけど、網繰りはこれで終了です。はい、それではゲタの量、取れた量、何が取れたか見ていきましょう。かなりね池間の中ゲタがたくさん入っているのが見えます。で、このお魚めちゃくちゃうまいんですけど、江戸時代の書物では腐りやすくてなんか下品なお魚、ベロとかだからですかね、京都に収められないお魚ってね記されてるらしいんですよ。かなりもったいないですね。見事なゲタでございます。で、こちらマゴチ。思ったよりはゲタがいましたね。ゲタだけは例年通りといったところで 4,5 箱ぐらいはあるんじゃないでしょうか。はい、じゃあこれは明日小売りして市場で売ります。で、このままメインの動画としてはどうかなということで、今夜無人島やります。最後の頼みです。はい、じゃあ市場行ってきました。で、量でいくらあったかっていうと18,000円もあってびっくりしました。相場良くて、ゲタがいればいい感じですね。で、今日の夕方にまたゲタ網やって、で夜中網くれたら網食って、また無人島に朝仕掛けて朝網くりに行きたいと思います。無人島でいっぱい取るぞ。はい、おはようございます。今朝の1時です。夜中ですか。じゃあゲタクリ行って仕掛けて、また朝無人島ですね。行きましょう。はい、じゃあ夜中1時半網上げていきます。はい、じゃあこれだけ取れました。エイとかゲタもねいましたよ。で、渡りガニが2匹なんですけど、このような黄色い卵を持ってるので逃がします。やっぱただでさえ今年去年この3年ぐらいめっちゃ少ないんで放流ですね。ほら泳いでます。これが渡るということです。はい、であとは無人島に網やって帰りたいと思います。寝起きから重労働。はい、じゃあ帰ってきました。現在時刻は朝の3時で、5時ぐらいから食い行くんですけど、暇なんで筋トレしておきます。今日は三角筋、まずアップから。三角筋じゃない、上腕三頭筋だ。筋トレ久しぶりすぎて忘れてた。5時半です。明るくなりました。じゃあ行こう。はい、じゃあいつもの無人島に到着しましたが、あいにくの天気ですね。とりあえず磯立てやったんで、先にメバル取るや作っていきます。さあ夜中に仕掛けた網上げていきましょう。ゲッチュ
はい、じゃあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。ちょっと汚れてますね。あと25万の皿網なんで、なるべくは破らないようにやっていきましょう。まずカサゴ、スズメダイですね。名前由来の博士の僕がスズメダイの由来はまだ調べてないです。うまいけど若干磯臭い。で次の網、お、僕の大好きウマヅラ痛風丼の素です。じゃあここからみんな大好き主観もの。それではみんな大好きな企画もの主観でやっていきたいと思います。早速何か上がってきました。ウマヅラハギとこちらフカですね。フカっていうのはサメなんですけど、サメの仲間って言われるとちょっと微妙な線引きのやつですね。愛媛ではフカの湯ざらしが有名で、湯にさらして酢味噌みたいなんで食うと美味しいです。僕もね自分で作った時は美味しくなかったんですけど、愛媛で食べた時は非常に美味しかったです。でこちらがアマテガレイ、マカレイ、言ったらカレイの中の王様っていう意味、王様っていうかね真のとかっていう意味がよくね魚の間っていうのが先頭につくんですけど、そういう意味合いがあります。で次こちら天然マダイですね。で次ヒラメです。でマダイもヒラメも産卵がだいたい4月とかなんですけど、それが終わって夏の今の時期だったらもう超えてきてかなり美味しいです。みんな大好き水中映像、何か上がってきました。こちらキジハタですね。もう瀬戸内海の磯の王様、キングオブザフィッシュで、こちらが僕の大天敵アカエイです。あのサイズぐらいが一番尻尾も元気でよく動くんで、もうめちゃくちゃ怖いです。でっかいアカエイがやってきました。味はね非常に何でしょう、煮付けにするとカレーに似ていて美味しいんですけど、見た目、タコだ、タコが上がってきました。タコもねやっぱ動くからこう網の袋に入ってこのようにかかってくるんですよ。タコが上がってくるときはテンションが上がります。ただゆっくり上げてるとタコって頭めっちゃ賢いんで、こうすぐね上がってくる途中に逃げたりして何回も逃がしたことが苦い思い出があります。こちら玉ねぎ袋に入れて逃げないように袋の口を閉じて池間の中へ入れておきます。でやっぱ無人島なんで潮が速いんでゴミが非常に多いですね。もうゴミがかかってくるとやっぱ魚って基本目がいいので、このかかりにくいというか、やっぱ、ね、ここに何か障害物があるんだなって気づいてかかりにくいので、ちゃんとね掃除をしながら上げていきます。掃除をしながらっていうか、もうここまで来ると後から掃除するしかありません。家に持ち帰って掃除をしましょう。なんかでかいもんが来ました。マダイですね。でその後次は何だ、次はマダイでしたね。で網クリは終了です。少ない、無人島にしては少ない量でした。旗を上げてお疲れ様でした。はい、じゃあ網が繰り終わりました。これだけの魚がいました。ほとんどアコウですね。取れたものを見ていきましょう。黒メバル、コブダイ、コウイカ、ウマヅラのウマヅラハギ、目玉が可愛いメイタガレイ、夏のフグコチ、ガシラ。ちなみにガシラはですね、端午の節句のお膳に使用されます。この顔の武骨さがなんか武士みたいだかららしいです。そしてイネゴチで、あとはキジハタですね。瀬戸内海磯の王者、超高級魚。これとかでかいですよ。で小さいアコウはリリースします。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを出していきましょう。磯立てもあったけどやってよかったな。はい、じゃあこれだけの魚が取れました。なかなかじゃないでしょうか。それじゃあ生かしていきます。はい、じゃあみんな大好き水中映像。いや、暑くて疲れました。とりあえず朝ごはんにします。
はい、じゃあ帰ってきました。朝ごはんを作っていきます。今日の朝ごはんこちらですね。下駄とコウイカで作っていきます。で下駄はやっぱり鱗取るのがすげえ気持ちいい。で皆さんシタビラメの刺身って食ったことないと思うんですけど、実はエビみたいな味がするんですよね。で今回下駄のエビ風ユッケ丼風丼作っていきたいと思います。じゃあ下駄を下ろしていきます。下駄はねやっぱ薄いから難しいんですよね。小持ちですね。小持ち下駄です。よし、はい、こんな感じ。身はすごい綺麗。はい、じゃあ身だけになりましたら次皮引いていきます。シコシコ。下駄の皮引きむずいな。手で剥けばよかった。そういえば手で剥けるんだ。で身はこんな感じ、すごい綺麗です。はい、で身だけになったらおもむろに叩きます。粗く叩きます。で切ります。これぐらい雑で OK。 そしたら容器に入れて、でごま油入れて、醤油、みりん、酒でごま、これでこねる。はい、じゃあユッケ風下駄の完成。でご飯に米のせて、下駄のせて、で刺身にしとったイカももうのせちゃいます。さっと。でイカに醤油をかければ、で真ん中に卵黄も入れて、はい完成。浜湯特製下駄丼。はい、じゃあお疲れ様でした。乾杯。ハイボールタイム。それではいただきます。じゃあ卵黄を潰して他と絡めましょう。私はね正直そんな卵黄はあんま好きじゃないんだけどね、みんな喜ぶから映えるからねじゃあいただきます。うまそう。うまっ。甘エビですね。本当に下駄の刺身って甘さがあって、で何よりね食感がめちゃくちゃエビに近い。まあじゃあエビ食えよって話かもしれないんですけど、僕はエビよりうまいと思います。甘さが違う。まあうまいエビはこれよりもっと甘いって感じですねいや卵黄さっきバカにしてたけどめちゃくちゃ合います。めっちゃうまい。絡めたら薄くなることがあるから、何でも卵黄っていうのがあんまり好きじゃないっていう、そういう話でございます。うまっ。なんかイカの刺身も取れたてこれこれや。最高。いやー、とりあえず明日の市場が楽しみです。果たしていくらになるのか、こうご期待。はい、じゃあ市場行った日から何日か経ちました。ちょっといろいろ問題があってバタバタで少し疲れてます。ただですね、市場の方の相場結構良くてですね、なんと4万8000円もありました。で初回のやった下駄料でも1万8000円あったんで、合わせてまあ6万何ぼぐらいねあったというわけで、この2日3日でまあぼちぼちなんじゃないでしょうか。今の魚が取れない時期にしてはまあぼちぼちと、仕事時間に関してもですか。まあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。